何狙ってんの？ダブルレールを狙ダう。ブルレールはダメだよ。薄いもん。ダメですか？やっぱりダメなの。これだって、もうさ、こっち来ちゃうよ。そうですよ。うん。だから、ワンクッション目は超クッションだから、超ターン、超のマジ切り返しですよ。ああ、そうなんだ。いや、でももしかしたら神戸ちゃんは天才かもしれないから、ダブルレールトライしてみたらいいじゃないですか。いや、だってこれでダブルレール一度はやってみないと。そうですね。はまあ一緒とりあえずやってみい。ればいい。そうです、そうです。でしょ？食べた。だから、あれが、だから、自然なんですよ。ワンクッション目が普通なわけでしょ？そっか。めちゃくちゃ薄いですもこれ、じゃあ他に取り方。ん。だから、超、超、小さな切り返しです。ああ。うん。なるほど。力加減。ちょっと一回やってみるか。薄いか。さっきのダブルレールが外れたのと同じでしたね。そうですね。あれ？なんか、イメージが湧いてないから、はい。ピンときてない感じはい。ですよね。そうですね。うん。で僕一回ついてみます。はい。この切り返しどういう感じなのか。はいはい。こういう感じなんですよ。なんかプロっぽい球。プロっぽい。たまに間違われます、そういうふうに。なんかプロっぽいみたいな。これ今のプロっぽい球だな。はい、間違われるんですね。なんか、でもどうですこれ、パッと見は小さな切り返しじゃないですか。はいはいはい。僕ちょっと強くついつけてますよね。はいはい。これやっぱり理由がありまして、まず、この赤が超クッションにも近いじゃないですか。はいはい。第3クッションがすごい狭いですよね。はいはい。で、弱くつくと、こう、ワンクッション目こうなるじゃないですか。はい、で、弱いから、もう最後多分ひねりとかないんですよね、弱いと。こうなっちゃうんですよね。かといって急にひねり増やしたら、ここがこっち来ちゃって、やっぱりダメじゃないですか。なので、これ強くついたら、パチンと弾けて、最初にこういうふうに手玉が、この切り返しの当たるコースがこうじゃないんですよね。こっからひねるじゃなくて、こっちから攻めると、この的が少し良くなる。まあそうですね。ですよね。なるべく、まあ極端にはこっちからこう来たらいいわけで、こっちから来れば来るほど第3クッションが狭い。で、なるべくこっちに行きたいとしたら、この状態でしたら、まあ、下つくか、強くつくかの2択しかない。で、下つくのはなんかさすがになんかそうじゃない気がするし、これの時に使えないからやっぱり下つくはないと思う。そうすると、上でパチンとつくのが一択ですよね。パチンとついてこっち側に持ってきたい、そのためだけに強くついてる。で、一応左もひねります。左をひねるか。左ひねりますよ。やっぱりこっち側に返してこなきゃいけないですから。いや、そうなんですけど、どれぐらいっていうのが、普通のひねり。本当ですか？だから、パチンと。イメージはパチンだけですよ。左上でパチン。遠慮なく、しっかり。イエス。おお、すげえ。なんだ今の。今のが正解なんですね。すげえ。だから見た目がこう小さな球でも、ビシッとついた方がはるかに優しいですよね。
から結構、今のなんかは間違えやすい。ああ、そうですね。うん。しっかりつかないと、もうワンクッション目が作り出せない。だから、強くつかざるを得ない。引いた線が間違えてなければ、これを切り返しでいきますと。で、こういう線を引いたら当たらなくて、こういう線を引いたら当たります。で、こうするためには強くつく必要があるから強くついてるわけですよね。ですから、これがもし、どうでしょう。まあ、こうとかなってたとしますよね。そしたら何も今のやらなくたって、いいですね。別にこうやって出発して、普通にひねるみたいなのでもいいんですけど、これでそれやったら、ここが先ほど説明したように、これしか空いてないから、第3クッションがすごく狭いから、角度をつけて攻めた方が確率が高い。まあこれなんか典型的な弱そうに見えて強いやつ。じゃあ強そうに見えて弱いやつもあんのかな、っていうことですよね。強くつきたくなるけど本当は弱くていいやつ。やってみますか？はい、やってみます。この配置。手玉が白です。はい。取り方としてはもう黄色の右の一通りなんですね。これね、なんかパチンってやりがちなんですけど、パチンって。なんとなくでもイメージは湧きますね。これはなんかあんまり強くついた試しがまずないかな。その場合はね、かみちゃんこれ錯覚がないからいいと思うんですよね。だけど、まあこれただ僕弱くつくんだろうなはわかるんですけど、ちょっと待ってください。まあこれも肩ですよね、多分。どうかな。ちょっと待って、じゃあちょっとやらせてください。なんとなくですけど。でも全然違うかった。全然違かった。そうなんだ。で、例えば今ので、まあ、外れちゃったけど、まあ、速度の感覚は僕悪くないと思うんですよね。ただ、その、ひねりがちょっと合ってなかったわけですけど、これね、その、ひねるのひねらないのっていう疑問が湧いてたじゃないですか。どっちなんだろう。で、まずここに立って強くつかないって決めました。その時に入りそうなワンクッション目どこですか？なんか1ポイントぐらい？この辺あたりかな。まあこうなりそうですよね。なんか自然に。で、じゃあ今度ここに立ってみていただいたら、もうひねんなくても相当こっち来そうじゃないですか。本当だ。そうですね。そうですよね。で、パチンってつくと、これがこうなりそうなんですよね。そうですね。で、ここからひねるっていう話になると、ひねり加減がどうだって考えなきゃいけないですよ。しかも上ついて熱いですから、押しも出ちゃうかもしれない。軽く作って決めればこうで、この出発を考えれば、ひねるとしても少しだなみたいなことになりますよね。なので、ひねりは本当に少し。本当だ。なんか今見てて分かりました。なんか右ひねったら嫌だから左ひねりますぐらいの少しひねりでいいんじゃないですか。こんなもんかな。素晴らしいです。だから最初のショットで神戸ちゃんが外してしまった理由っていうのは、
ひねるんだろうなっていうところまでは感じたんだけど、はいはい。どれぐらいがなくて、なんとななくのフィーリングで勝負してみた。はいはい、そうですね。で、まあ、実際に当てたい。どうしても。ワンモアだ。あと1点で上がりだ。と思ったらですよ。これは今ついていただいたようなプロセスで、スッとついたら普通に入りそうなワンクッション目はこうだから、だからこの辺つこうかなって考えると成功率がかなりアップするんですけど、ここに立っただけで、ひねるのかなひねんないのかなで2分の1の勝負に出るよりは、今みたいな確認をした方がいいし、強くつこうと思うと、その確認がしづらいんですよね。はいはい、そうですね。そうですね。さっき言ったように、押しちゃうかもしれない。狙うべき入りそうなワンクッション目もピンとこない。やっぱ不確定な要素が結構多い。これなんかは意外と弱い方がいいですよっていう球なんですね。ですから当然、これもそうですよね。今の通り道ですもんね。はいはいはい、そうですね。結構勘違いしやすい。なんか、パチンっていくんじゃないか。じゃあもう一つだけ、最後に。じゃあ、この配置来ました。まあ、優しくはないですよね。この配置。で、黄色の右に当てて、こういう裏回しです。そうですね。これ取り方はね、この一通りなんですよね。そうなんだ。で、まあそういう取り方ですよと聞いた上で、これを見ると、黄色の右に当てて、コンコンって赤に当たったら嫌だなと思うじゃないですか。でも上はつかなきゃしょうがないですよね、やっぱり。そうすると、これは強い球なのか、弱い球なのかって言われたら、弱いはまずそうじゃないですか、やっぱり。そうですね。そうですね。で、じゃあ強くつくのかなっていうことになりますよね。どう思います？やっぱり強くつきたいよね。なんかその、コンコンってなるのだけは絶対嫌だもんね。そうですね。種目違いって言われちゃうやつだ。でもこれ黄色からいくんですよね。だって赤からじゃなんかいい取り方ないから。なんかやっぱ強くつくイメージがありますね。あります。なんとなくですけど。じゃあ僕今ついてみるんで、神戸ちゃんのイメージより僕がついたのがより強かったのかより弱かったのかだけ。わかりました。狙ってない。なるほど。どうですか？強いですか？弱いですか？弱い。そっか。でも意味はわかりました。わかりました。もうちょっと強くつくイメージだ。そうですよね、きっと。実はね、今ぐらいで。そうなんだ。意外だったかもしれないんですけど、今ぐらいでいいんですよね。なんかね。やってみますね、じゃあ。当たんないもんですね。どうでしょうね。当たんないもん。いや、わかんないですよ。でも今のイメージ今のイメージで。当たりそう。でもこれ強くない？いやいやいや。でもだいぶ近いんだ。同じですよ、僕のスピードと多分、ほとんど。もっとバチンだと思ってましたもん。神戸ちゃんの最初のイメージは。だから意外と当たんないじゃないですか。これも、その、錯覚しやすい配置の典型的なやつで。そうなんだ。これ、すごい単純な理論。ボールって、こう走りますよね。ヒットしますよね。要するに、黄色の一つ手前に
白が当たるので、はい。これが赤に当たるっていうと、意外と薄い。うんうん、そうですね。はいはい。薄いですね。手玉は、この1個手前をヒット。うん、ここにヒットするわけじゃないから。うんうん、だからこれ、実は当たんないんですよ、意外と赤に。でも、当たりそうに見えるし、当たったら嫌だから、強くつけば間違いなくそこだけはクリアできるから、むやみに強くついて、そっか。黄色に当たってダイレクトにコンコンを防げるだけで、結果赤に当てるのが難しい、得点が難しくなっちゃってる。そうすると本末転倒、赤に当てなきゃいいゲームじゃないですから、別に。どの道なしになっちゃうね。やっぱりその程よい速度もあるんですよ。だからこれなんかは意外と弱いですっていう。でもそれ今教わったから分かったんですけど、それ教わってなかったら多分コンコンって言っちゃいそうな気がする。弱くついたらね。そうですよね。でもね、これね、コンコンってなったことないと思うんですよ。ああ、そうなんだ。てか、それを選択しないからかもしれないですね。そう、だからとにかくバチンと言っといてみたいな。これはね、そういう球ではなくて。ちょっともう一回ついていいですか？はい、どうぞ。さっきひねりが足んなかったですかね。ああ、それか少し強かったか？はいはいはい。強かったかなって最初。はい、もう少しじゃあソフトにいってみますか。まあまあまあ。でも強いんじゃないですか、まだ。なんか強かったんで。ね、心のどっかで、コンコンってなるの嫌だってのはやっぱありますね。ありました。ありました。でも、今のなんかは、その成功体験を積めば、これは大丈夫なやつだと思って、自信持ってゆっくりつける。そうですね。なんか、あんまりそこを意識しなければ、もう絶対キスしないから、大丈夫だっていうふうに思えるようになりました。そうです。だからこれはね、うまくいった経験を積むのが、こういう球では非常に重要で、意外と錯覚しやすい。パチンとついた方が、みたいなのはもう、まあ、わかりやすく言えば間違いです。当たんないから大丈夫です。っていう話です。今、たまたま厚く入って、結構厚めに狙う球ではあるので、そうですね。なんかパチンっていう風な音がしてるようには思えるけど、そうじゃないってことですかね。そうです、そうです、そうです。どっちかって言ったら、この球は、当たった後直線で走られたら、こっち側に外れちゃうわけですから、押したいぐらいなんです。そうですよね。だからゆっくりつく。ゆっくりっていうか、弱め、比較的イメージよりも弱めの方がいいのかなって思ったんですけど。そうです。だから、それにしてもってことですよね。そうですね。それにしても意外とキーアカにはならないもんだなっていう。っていうことですね。そうなんです。これ錯覚しやすいんで覚えておいてください。ありがとうございます。ありがとうございました。